どうもこんにちは。今日はサイドエラスティックシューズの釣り込みをやっていきたいと思います。こちらのスエードのサイドエラスティック、これ実は僕自分用に作ってます。自分用の靴としては球磨川のダービーを今年の1月ぐらいに完成させて以来作ってなかったですね。で、球磨川のダービーの木型は1年半から2年ぐらい前に作ったものをずっと修正しながら使ってたんですよ。フィッティングもうちょっと改善できそうだなっていうことで木型を新しく作りました。この木型のちょっと新しいことをやってみてるんで、それの履き心地チェックっていうところと、今回スエードですね。これイルチアのアリカンテっていうスエードなんですけど、銀付きスエードといって裏面銀面がついています。だからただ単に普通の革を裏返しただけの革ですね。僕スエードの靴を自分で作って履いたことっていうのがほぼないので、そのスエードの履き心地っていうのを自分でしっかり体感しておきたいということと、あとはソールでレザーソールじゃなくてスポンジ系のソールをつけようと思っているので、その辺の履き心地チェックなんかをしようと思って今回自分で履いていろいろ確かめたいことがあるので作っていきます。デザインとしてはシンプルなサイドエラスティックですね。ジョン・ロブ・ロンドンとかヘンリー・マックスウェルとかその辺のクラシックなイギリスの便器を作りたくて、履き心地柔らかいのが良かったのでウイングとかね、革の重なりはつけずにシンプルにいきます。今日は太陽ですね。サイドエラスティックシューズはここにゴムが入ってるので、普通の紐靴だとこういう風にカウンター芯を入れていくんですけど、こうゴムの部分には入らないので、ゴムの部分を少しえぐったような芯を作ってあります。はい、かかとの釣り込みが終わりました。シームレスヒールです。普段ライニングをここ残しておいて、そこを止めてかかとの下がり止めするんですけど、自分のなので特に気にしないのでちょっと釘を打っちゃってます。スエードは柔らかいのでこうシワを消す釣り込みはやりやすいんですけど、逆に伸びすぎちゃって、狙ったラインよりもこう引っ張れちゃったりするので、その辺が難しいところですね。じゃあつま先やっていきます。ライニングをのりで釣り込んでいきます。
今回先芯別のものを使うので普段と加工方法を書いてます。違う先芯というのはこれですね。溶剤芯と言います。普段この革の先芯使ってるんですけど、溶剤芯っていうのはシンナーにつけると繊維に糊みたいなのがついてるんですけど、その糊が柔らかくなってで乾燥すると固まるというものです。今回自分用の靴であんまりつま先形状こだわらなくてもいいっていうのと、あんまり先芯を硬くしたくないっていうのがあって、結構柔らかく履きたいので革の先芯に比べるとかなり厚みが薄いです。革に比べると多少柔らかい先芯を少し短めに入れていきます。これシンナーです。シンナーにドボンと漬け込みます。これでアッパーごと丸ごと釣り込んじゃうので、先芯の成形っていう作業はないですね。なのでこだわったつま先の立体感だったりエッジというのは出ないんですけど、作業的にはめちゃくちゃ楽です。普段製品ではこれは使わないですね。ビスポークの仮靴なんかはこの溶剤芯を使っています。大量生産のグッドイヤーの靴なんかはこの溶剤芯を使っているところがほとんどだと思います。機能的には全然問題ないですね。というかそもそも先芯というのはなくても靴は成り立つので、むしろ先芯が硬く長く入っていると結局妨げることもあるんで、そういう意味もあって今回は先芯短めに入れてます。ただ先芯長くしてしっかりつま先の形状を作り込んだ方が見た目としては断然かっこいいですね。はい、ということで釣り込み終わりました。かっこいいですね。スエードって結構苦手というか、全然苦手じゃないですけど、どうしてもスムースツヤ側の方に行きがちなんですよね。もちろん自分の作る靴だったり、サンプルだったりそうなんですけど、どうしても、最後磨いて輝かせたいなとか、そうですね、脂肪感だったり片押しだったりという表情っていうのが好きなので、何度も精度作りたいとは思ってたんですけど、どうしても他に流れちゃうという。今回も何度も流れそうになったんですけど、結果精度で作ることができました。というのも柔らかい靴が欲しくて、この前箱根まで60キロ球磨川の靴で歩いたんですけど、その時に感じたことはソールの硬さっていうところと、あとアッパーの硬さだったんですよね。柔らかいんですよ、球磨川。柔らかいですし、ソールも全然硬いわけじゃないんですけど、60キロ歩くとなるとやっぱり結構ね、応える足に来るなっていう感じでした。ということで今回サイドエラスティックなんで、その長距離歩くような靴ではないんですけど、ソールの選択とかアッパーの選択でどんな柔らかさが出るんだろうなっていうところを履いてみたいということでスエードで作りました。あとでポイントの一つとしてサイドライニングを入れないで作りました。今回サイドライニングっていうと、この先芯とかかと芯の間に1枚挟む、薄めの柔らかめの革なんですけど、それも入れないで、この屈曲部分ですね、ボールジョイントあたりをライニングとアッパーの2枚で作ってるので、それもあってより柔らかいかなと思います。サイドライニングっていうのは通常
靴全部入れるんですけど、木型を抜いた後の形状の保持だったり、この辺のねしっかり感を出すためにサイドライニング入れるんですけど、今回はあえて抜きました。またいつもと雰囲気違った靴になると思いますが、是非最後までご覧ください。それでは。